で世界不況が始まって非常に厳しい時代が来るんだよね。それで今物の値段がどんどん下がったりとかね、デフレって言うんだけど、物の値段がどんどん下がってくるっていうのは物の値打ちがなくなるの。でこれね、振り子の原理っていうのがあってね、シーソーを思い出してね、片っぽ下がると片っぽ上がるよね。で世の中っていうのは全部が沈んじゃうってことがないんですよ。その時どういうことですかって言った時、物の値打ちが下がってきた時は人間の値打ちが上がってくるの。人間の値打ちが全部上がるんじゃないんだよ。魅力のある人が上がってくんだよ。ね、で今小心はね、これから新製品いっぱい作ってるから、もうじき出来上がってくるから、これは私の仕事だからね、新製品はいいんだよ。それでじゃあ物だけに頼ってていいんですかって、そうじゃないよってね。今みんなが心に火灯せるようになったり、手相見れるようになっていろんなことすると、携帯電話あるんじゃない。さっき私の顔写真撮ってた人いるんだけど、電話なんだけど写真が撮れるんだよ。わかるかい。魅力的っていうのは機能が増えるってことなんだよ。いろんなもんで自分ができなかったことができるようになって、いろんな機能が増えてくる。そのうち本当覚えてくると、一足先にやったとこは仏壇の中どうやってやるんでしょうとか、いろんな相談が来るから、みんな教えてあげたりするのね。そうすると一人一人が多機能になってくれば、そこに人って集まってくるんだよ。ね。それでこれから自分たちのなんていうか魅力をアップしていかないと、戦に行くのに手ぶらで行くようなもんだよ。すぐ私203高地って言っちゃうんだけど、非常に古い話で申し訳ないんだけど、203高地の激戦っていうのがあったんだけど、あそこへもし手ぶらで行ったらみんな蜂の巣にされるよ。で今から自分の機能を高めていかないで仕事なんかしてったら蜂の巣にされちゃうよ。だから昇進も作るよ。だけど昇進だけに関わってたらダメなの。売る人の魅力がどのぐらいあるかがプラスされて一つのものが出来上がるんでね。それを物にだけ頼ってて、いいものができたらそれを売ってと、じゃああんたのとこから別に買う必要ないよねって、あそこでも売ってるじゃん、あそこでも売って、なんであんたのとこへわざわざ来て買う必要があるんですかっていうことになるよねって。その時にあなたどのぐらい魅力的な人なんですか。あなた人の荒探しばっかししてるよね。人の心に火灯そうとかしてないよね。相手が喜ぶことをなんか考えなきゃしょうがないんだよね。ね、スリムドカンくださいって言ったら入って渡すんだよねって。それで終わりだったら自動販売機だっていいんだよねって。だけどそこへ行くと、この前もいつも忙しいって帰っちゃう人が手相見てあげたら4時間半いたって言うんだよ。だから本当は暇なんだよね。それがあんたに魅力がないからいつも帰っちゃうだけなんだよねってね。で魅力のある人だって一生懸命本当に話、家族の話ね、健康の話し、もういろんなもん今度買ってっちゃったり、なんか売りたくて言ってんじゃないんだよ。その売るとかっていう問題じゃなくて、やっぱしそこへ来るのが楽しきゃそこへ来るよねって。それで物だけに頼って売ってったらいいんだっていう人がこれから負け組になるの。自分の魅力を高めていこうっていう人が勝ち組になるの。わかるかいね。でそのことをまず覚えてもらいたいの。人間的魅力なんだっていうことを分かってもらいたい。その魅力をつけるためにみんなを呼んでるの。だから何か一つ武器を持たせてあげないと戦が勝てない時代が来ちゃってるんだよっていうことを言いたいんだよね。だからこのことが終われば次々と本当に楽しくて覚えてっちゃうこといっぱいあるよって。一足先に始めた子がね、もうどんどん当たるのもいいけど嬉しくてしょうがないって、みんなが喜んで帰る。だからこの前本当に自殺しようと思ってた人が来て話聞いてたら、もうね涙流して、もう本当に褒められた時、私は生きてく勇気が湧いたって言ったの。その時このお店を開けててよかったって、要するにその日ね一人しかお客さん来なかったの。
一人しか来なかったんだよ。普通だったら一人だったら嫌になっちゃうなと思うのが、一人来た時にその人が自殺しないで済んだんだった時、開けててよかったと思うんだよ。暇で嫌になっちゃうなと思ってんのと、開けててよかったと思ってんじゃ波動が違うんだよ。だからそういう店とね、暇だなっていう店と開けててよかったっていうのは、明日明後日と影響力が全然違うんだよ。ね、だからそういうふうにして物に頼るだけじゃなくて人間的魅力を上げようよって。昇進は俺作るよ一生懸命。ね、だけどその時に車だって片輪だけ回ってたらぐる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 回っちゃうの。両輪が回んなきゃしょうがないよね。ね、だからみんなもバージョンアップしてって。ね、昇進もバージョンアップするからさ、みんなもバージョンアップしたら楽しいじゃない。ね、でそういうふうにしていきたいねっていうのね。でもう一つでね、私は何人かお弟子さんとって本当はねあんまり人と会わないので、出世する方法知ってますかって言ったら本当にわけないことで知ってんだけど、今まであんまり教えなかったので、今日はねこうやってやれば出世するよっていうのを教えてあげるから、信じなくてもいいんだよ、信じなくてもいいけど聞いてて。お湯あるでしょ。お湯は100度になったら沸騰するよね。ね、それで例えばですよ、私がお店やってるとすると、忙しさの度数がまあ 40% で、あとはぼっとしてるとするよね。と 60% は要するに 40% しか働いてないなと思ったら、40度だと思えばいいんだよ。自分の温度が自分を100度のお湯だと思えばいいんだよ。ね、そうするとお客さんが来た時に、じゃあおみをつけでも飲まそうかって言っておみをつけ作ったりいろいろするとするよね。そうすると忙しさが10度は上がるんだよ。そうすると50度にはなって、じゃあおみをつけでもどうぞとかって言ったとするよね。とおみをつけ飲んでるは人がいたとするじゃない。でいれば話もするからもう10度ぐらい上がったりするんだよね。で手相見てあげたりとか仕様の話してようが、沸騰点を上げていけばいいんだよ。で最終的に100度になったら沸騰するよね。沸騰すれば機関車が走り出しちゃうんだよ。わかるかい？いいかい？藤原紀香は一人しかいないよね。一人しかいないから、ちょっと人気が出てくるとすぐ忙しくなっちゃうんだよ。わかる？ね？でここに藤原もなかっていうのが出てきたんですよ。でこの藤原もなかではダメなんだよな。わかるかい？ってことは変えられないんだよ。だって供給は一人しかいないんだ。似てたってダメなんだよ。ね？ところがだよ、ここにまあ何でもいいや、カリスマ美容師とかのがいるとするんだよ。とカリスマ美容師とのバチバチやってるとすると、カリスマ美容師は本当は一人なんだよ。でも助手がつくと2人分仕事ができちゃうんだよ。だから俺得だっつってんじゃないんだよ。2人分需要が増えちゃったら、本当は鍋の水がいっぺんに倍になっちゃったのと同じになっちゃうんだよ。だから沸騰させるのが大変なんだよ。そうだからもし吉んば言うと、カリスマ美容師のやってる店って10人使っていいんだとしたら10倍になっちゃうんだよ。簡単に言うと奥なればなるほど鍋の温度って下がっちゃうんだよ。だからうまくもっと蒸さないとダメなの。わかるかな？いいかい？狭いもんの方が、鍋がちっちゃきゃ沸騰するんだよ。だから店も広げんなっていうのは沸騰させりゃいいんだけど、ちょっと流行ってくるとすぐ広げちゃうんだよ。でカリスマ美容師なんかになってくると本気になっちゃって忙しくなっちゃって嫌になっちゃうとか言っちゃうんだよ。で1週間海外旅行行きますとかって生意気なこと言っちゃうんだよ。ふざけたこと言っちゃダメなんだよ。何言いたいのかって、海外旅行行くなってんじゃないんだよ。海外旅行行くときはパリのなんとかかんとかで
ファッションショーがあって、そこにメイクを頼まれたから行ってきますって言えば忙しそうなんだなと思うんだよ。それ1週間こいつ休み取れんだと思われた時点で、かまどの中に石炭入れずに水くべちゃうやつがいるんだよ。温度下げちゃうんだよ。で忙しくしなきゃいけないんだよ。だからみんなは簡単に言うと、まだ島があるんだよ。だから島があるんだから手相でも何でも見ろって言ってんだよ。簡単なこと言って、要は沸騰点上げればいいんだよ。ね。で沸騰点をどんどん100度にいかないで70度で機関車を動かそうってのは無茶なんだよ。だから俺が忙しくしろ忙しくしろって言うの。ね、みっちゃん先生もそうで、産経新聞行ってた時ね、パートで入ろうが何しようが忙しくしてろ忙しくしてろって。だから手相も教わってないと、そのうちコラムやなんか書くようになっていろんなことするんだよ。引っ張りだこになるほど忙しくしたんだよ。それが忙しくすれば奇跡が起きるんだよ。お湯は100度になっちゃえばいいんだから。勤めてる人もそうなの。それをいい就職口じゃありませんかと。いい就職口ってのは島で給料が良くて休みが多いとかって、てめえの勝手なことばっかり言ってるとクビにされるぞって。もうね、自分が手一杯もうちょっと働けるもうちょっと働けるっていうことでどのぐらい忙しくできるかなの。わかりますかね。で忙しくした上に忙しさが見えなきゃいけないんだよ。それ島根のこと言っちゃいけないの。うちはずっと予約制ですからって。予約制でゆっくりやってもらいたい。そんなことはどうでもいいんだよ。だとしたら予約の電話どんどん鳴らしゃいいんだよ。足でこうやって踏むと凛となるやつとかなんか作って、あ今予約でこうなんですとかなんか言わないと忙しいんだかどうか分かんないっつうの。で忙しいとこにやってもらいたいんだよ。それをゆっくりしたとこでやってあげたいですって。それはあんたの意見で、客は違うんだよって。客は並ぶほど混むところでやってもらいたいんだよ。そういうものなんだよ。沸騰点を下げちゃダメなんだよ。だから自分がやってることが人気を沸騰させてんのかどうかっていうことになってくるんだよ。ね。ちなみに俺本当に10人しか弟子いなかったんだよ。でもうまくいくと増えちゃうんだよ。増えると鍋がでかくなっちゃうんだよ。ね。と今度こうやって出てきて手相を教えたりしなきゃなんなくなっちゃう。だから昇進作ってんだよ。名前も作ってんだよ俺。普通講演とかやんないよ社長が。講演やるでしょ。忙しいんだよ。でいろいろ忙しいんだけど忙しくしてないと消えちゃうんだよ。だからみんな忙しくしてない。忙しさが足りないんだよ。で忙しくなくて島で疲れちゃってんの、温泉でも行きたいなとかって言っちゃうでしょ。そうじゃねえんだよ。だから温泉行ったって考え事してるとかともかく沸騰点下げちゃいけないの。ね、休む時は臨時休業してもいいからね、なんつうの、なんとか大会に出ますからとかなんとか言わなきゃ、忙しさをこうアピールしなきゃいけないんだよ。忙しくすることとアピールすることな。ね。で島にしてんじゃなくてね、もっと仕事ありませんかとかって聞いてるようなやつだったら、サラリーマンになろうが何になろうが絶対成功するの。あんた温度何度ですかって。100% 働いてますかって。110度なんだよ。100じゃダメなの。110度に。そうしたらブワーッと沸騰するの。そうしたら機関車でも何でも上がる。ね。人生ってのは横に行くんだってエネルギーがいるんだよ。下に落っこちる時だけはいらねえのは。釜なんか炊かなくたっていいからずーっと下がってくるから、これから不況が来るってのは勾配がきつくなるってことなの。だから上がる人は上がってっちゃうんだよ。だけど40度、風呂じゃねえんだから42度でとかで機関車上に上げようって無理だよ。うん、風呂入ってんじゃない、それずーっと下がってっちゃうよ。下に行くのはエネルギーいらないんだよ。上に行くのはかまど炊くの。だからみんな自分の忙しさを測って忙しくしなきゃいけないの。でいろんなことしてるとそのうちもどんどん忙しくなってくると限界超えて変なこうなんていうの、簡単な仕事はやらなくなってくるの。でいい仕事って回るようになってくる。だから沸騰しなきゃいけないの。藤原紀香って最初なんか人気なかったんだよ。そのうち人気が出てきちゃうと沸騰しちゃうんだよ。で買えるもんがない方がたった一人しか働けないってけど、たった一人しかいないやつの方が長者番付でもなんでも必ず乗っかってんだよ。わかるかいね。あ
鮎ちゃんでもなんだ、鮎、私はサバですとかアジですとか言ったってダメなんだよ。鮎じゃなきゃダメなんだよ一応。わかりますよね。自分の沸騰点を上げるので、魅力がつけば必ず忙しくなるからね。前俺の友達で「俺は人に利用されるのが嫌なんだよ」っていう二言目に言うと「お前心配するの、お前利用価値全然ないから」ね、大人の社会ってのは利用してもらって初めてお金がもらえるの。利用されたくないっていうやつは利用価値なんかないの。中学校ぐらいの番長なら「お前飯買ってこい」とかって言うけど、大人になって飯買ってこいって言ったら時給いくらですかとか言われるんだよ。当たり前、ただ働きなんかないんだよこの世の中に。特に社会へ出てったらないの。だから利用価値をどのぐらい高められるかなんだよね。だから魅力がつけば利用価値が上がってくんので、上がってきた時喜ばなきゃダメなの。忙しくなって嫌になっちゃったって一言言うと嫌になっちゃうんだったら、周りの人が嫌になっちゃう嫌になっちゃうって言われたら、その人に用事頼みたくないもんね。この不況に嬉しいんですよとかおかげさまでって言ってから仕事がどんどん来るの。二言目に嫌になっちゃう嫌になっちゃうって、そんなに嫌だったらね他行くって言うに決まってんだよね。わかりますかね。これが沸騰点の話ね。であと2つで終わるからね。あとこれは余談なんですけど、大切にしたものが残るんです。よくお金ね、お金持ちになる層がありますかってありません。そんなのはないんです。大切にしたものが残るんです。わかりますか。お金が入ってきます。で私はお金が入ってくると、お金を大切にしてる人だからお金残しておくの。他の人は困ったことがあるといけないから貯金しましょうって言うんだよね。そうするとしばらくと必ず困ったことが起きるんだ。とひとりさんはお金が入ってくると貯金しておくのね。そうするとどうなりますかっていうと、お金を大切にするからお金に困らない。そうするとまた貯金が増えるね。でお金を大切にしていくからまたお金に好かれてお金が入ってくる。この結果どうなるかというと、これは見たこともなく死ぬ時は全部残ってる。だって困らないんだ。困ったことは起きないんです。わかりますか。でお金よりハンドバッグを大切にした人の家には必ずハンドバッグが残ってますそうするともったいないじゃないですか。私がお金残して死んどくって言うと、使わないんだったらもったいないから私が使ってあげますよとかって親切な人がいるんですよ。自分の金も大事にしないで使っちゃって、人の大事にしてるものまで使っちゃうなんてとんでもないやろ。だってそれを言いたいわけですよね。大切にしたものが残るんです。だから友達を大切にしてる人は友達が残ってるんです。世の中自分しか大切にしない人っているんです。最後に自分一人が残ってるんですもう友達もいません。誰もいません。あなただけが残ったんです。あなたが大切にしたものは必ず残ります。で自分も大切にしない人がいます。でそういう人は自殺したりなんかして何も残りません。何を大切にするかなんです。お客さんも大切にする、友達も大切に、商売も大切にする。私は10人の仲間も大切にするし、みんなも大切なんです。だからいろんな武器つけようとか言ってるから、大切な人に囲まれてる人生が最高の人生なんですね。だからもし相談事があって「私お金持てますかね?」って言ったら、大切にしたものが残るんだよね。お金が入ってくるね、無駄に差しといちゃいけないからね。土地買ったり株買ったりしてね、運用してとかこき使うなって。お金だってくたぶれてやってきたの、休んでなって休まして偉いのに1時間も休ましとじゃもったいないよね。あっち行けこっち行けって、そのうち全員いなくなるぞ全員いなくなっちゃうの。そのうちこのお金のね、斉藤さん少し使ってくださいよって、斉藤さんが使ってくれたらちょっとで私表出してくれたら仲間みんな連れてきちゃいますからって。それぐらい愛されるんだよお金に。大切にもしてないものが何残るのよ。
仕事大切にしてお客さん大切にしたら残るよ。それは本当に大切なもんなの。お金が入ってくとすぐ物買っちゃう人いるの。この前ブランド物が大好きでブランド物買いあさる人がいたの。でその人凄まじいなと思ってたら、新作が出るとそれが欲しいから今まで買ったのを質に入れて買いに行くんだって。でどんどん行くわ。だから新作が残ってるんだよ、そこ行くと。だから大切にしたものが残るよ。人間って大切にしたもんが残るの。さっき言ったように、俺はお金持ちの層じゃないの、出世層でもないの。なくても構わないの。だって出世した人って何してんのか考えりゃいいの。でその通りやればいいんだ。ね、誰だってできるんだよ。手相人相の問題じゃないの。考え方なの。何考えてるかな。で何考えてるかって何ですかって、心に死が灯りゃ大概はまともなこと考えるの。 OK ですかね。大切にしたものが残るんだよって、これが基準なの。で最後にもう一個ね、この話で終わりますからね。1時間半で終わっちゃってすごいよね。3時間っつってあるのにね。心コロコロって話するのね。覚えておいて。これね、全部手相見た時使うの。心ってコロコロ変わるの。でよくね、俺が「ああ幸せだな、なんかいいことある気がするぞ」って言ったら、ある人が「いいことあるってどんな予感がするんですか?」って言ったら、嫌な感じなの。嫌な感じで嫌なこと起きそうな気がするのね。で嫌なことが起きそうだとみんなは嫌なことが起きるって言うんだよね。なんか胸騒ぎするって。わかる？嫌な予感がするから嫌なこと起きるって。だけど心ってのはのべつ嫌なことを考えたり楽しいことを考えたり、コロ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 変わるんで、その心に従っちゃいけないの。わかる？嫌なことが起きたら暗い時と明るい時が出てくるね。暗くなったら電気つけるでしょって。で暗くなったらすぐ俺電気つける。いいこと起きそうな気がするぞって言ってると、やがてポッとね、心って変わるんだよ。それを嫌なことが起きると、嫌なことが起きそうな気がします。電気つけないでずーっと言ってんだよ。で明るくなると明るい話してんだよ。明るい時電気つけて暗くなると暗い話してんだよ。だからおかしくなっちゃう。うつ病ですね。明るくなったり暗くなったりする。暗くなったら電気つけるの。で暗くなってきたらいいこと起きそうな気がするぞ。それから「はあ幸せだな」ってため息だけついちゃダメなんだよ。ああじゃないんだよ。ああ幸せだなって言うんだよ。これどういうことですかっていうと、このことをちゃんとやってないと、特にみんな経営者なんだから、経営者が暗かったり明るかったりと客の方に目がいかねえで、従業員が社長の顔だけ見てんだよ。そうなっちゃいけないのだ。社長ってのは暗くなったら電気つけるの。いいこと起きるような気がするよってしばらく経っちゃいいこと起きんだよ。人間って心なんかコロ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 変わるの。その時に暗くなった時に明るいこと言うの。で明るい時は黙ってりゃいいんだよ。明るいんだから。わかるかい？ね。それでそういう気持ちでいれば平均的にいつも明るいんだよ。でいつも明るい人間に嫌なことが起きるわけがないんだよ。ね。だからいいことばっかり起きるの。それで大切にしたものが残るの。だから残るものは大切なものなの。で周りにいる人に火つけるの。なんでかというと、この世の曼荼羅っていうのは必ず自分が中心なんで、自分の中心にして人がいっぱいいるんだよ。ね、あなたはあなたの周りにいるんだよ、人が。その時に一人一人が火が灯ってれば、それを明るい人生っていうんだよ。周りが明るきゃ全体が明るくなるんだよ。で周りの火消してるやつがいるんだよ。やっとついてるやつまで叱ったり怒ったりして火消すから闇夜になっちゃって、最後にてめえの火まで消して死んでくんだよ。だからおかしいんだって。だから幸せじゃないんですって。おめえの考えなんか絶対幸せになんないって。おめえ見てるから幸せになっちゃいけねえんだってだって不幸な考え方なんだもんね。
嫌なことがあった時、いいことがありそうだなっていうの。気分が悪いから気分がいいなっていうの。初めに言葉ありきなんだよ。ね、キリストが聖書の中で初めに言葉ありきっていうのは、心が最初だったら、心に伴って言ってたら、人間っていうのはもうなんていうの、お天気屋になっちゃうんだよ。一番嫌われるやつはお天気屋なんだよ。ね、嫌なことがあった時、幸せだなとか、いいことありそうな気がするぞって、ね、そうすると心が逆にワクワクしていくんだよ。と暗い時間だって短い、本当にすぐ明るくなっちゃうんだよ。ね、手相を見るときにものすごく悩んでるやつが来たとき、悩みの度合いをぐーっと顔見て測るんだよ。で本当はみんな1ヶ月前も悩んでたんだけど、1ヶ月前の悩み言える人ってほとんどゼロだから。1年前も悩んでたんだよ。で1年前の悩み言える人って言えないんだよ。だからそのパッと顔見て、あなたの悩みは1ヶ月後にはきれいになくなってるよって言うと必ず当たるんだよ。ね、ところが今死にそうなほど悩んでるやつにあんまり近く言っちゃダメなんだよ。必ずあなたどん底だよね、あなたの全ての苦労は2年後から報われるよ、2年後から運勢が転機するからねって言って、あ、2年後には光があるんだって、2年先に光を見た人は今からワクワクするんだよ。周り中が闇だけど2年先から良くなるんだ、全部報われるからねって言った時、その人は死なねえんだよ。死なずに済むんだよ。だから何言ってやるか考えなきゃダメなんだよ。そしたら2年先に光を持って動き出すんだよ。ね、で悩みがあったら、大概は男と女、大概はね、男と女の悩みとかね、どっちだっていいんだよ。本当に修行なんだよって。どんな男と結婚しようが、どんな女と結婚しようが修行なんですね。もう教会のあれゴングであれが鳴ると同時に試合が始まるんですよ。ね、どんなのと一緒になったって修行なんです。ね、だから逃れられないんです。で別れれば今度会社やなんかで人間関係の修行が始まるんです。で修行とは我慢することじゃないんです。わかりますか？我慢することを修行だと思ってる人はやってください。最終的に恨みしか残んないから。我慢からは恨みしか残らないんですね。旦那さんでもいい、彼氏でもいい、横暴な人がいます、こき使います、それ取ってやるのはいいんですよ。愛ですから。はい、これありがとうはありがとうはって串っつって串が出てくるわけがないんだよ。あるわけがないことが起きたんだから、串って言っただけで出たんだから、ありがとうはね、あの人はダメなの、わがままに育てられたからね、大事にされてたからダメなのよ。あんたの親はあんた産んだぐらいのバカだからありがとうも言わないで済むけど、私の前じゃ済まないんだよ。あるはずのないことが起きた時はありがとう言ってごらんね。で言えるようになるのが仕事なんだよ。いや修行ってまとも、仕事ごめんなさい、仕事じゃない、修行っていうのはまともなことが言えるようになるの。あんたありがとうって言わなきゃダメだよって言ってあげられるじゃないの。いいかい、奥さんが旦那にやるよね。はいお茶っつったら、はいよ、はいお茶ねって、で黙って飲むやつがいるって言ってんのよ。黙って飲むんじゃないんだ。ありがとうはって女房の私に言わないぐらいだったら世間行っても言わないんだよ。そんなこと許してたら出世も何もできないんで、そういうの下げまんつんだよ。うちの真由美社長にね、お母さん大学まで行かして、苦労して大学までお母さん行かしてくれたから、お母さんすごく嬉しいから、私お金持ちになったから今度お母さん大学行きなって言ってみなって、びっくりすっから恩返しだからね、お母さん大学行こうねって言ったら、お母さん絶対嫌だっつってたっつうね。
本当に必要なこと、学校行かしちゃいけないんじゃないんで、今の冗談なんだよ。大切なことっていくつもあるの。この前テレビ見てたらね、頭おかしいんじゃないかっていうのは、どこの高校でも中学でも受かっちゃって、なんかねガリ勉みたいなのが出てきてね、頭おかしいんじゃないかなと思ったらいいんだけど、あれでも勉強ができれば親はいいと思ってんの。だけどありがとうも言えないようなやつが勉強なんか何点取ったって同じだよ。所詮コンピューターには勝てないんだよ、頭がいいって言ったって。所詮百科事典には勝てないんだから。それよりありがとうとかまともに言える人間じゃなきゃしょうがないんだよね。さっきの話じゃないけど、子供に勉強しろって言って100万だら言う島があったら自分が一冊本読みな。母親が本読んでる姿も見たことないのに子供は勉強しないよね。修行っていうのは我慢することじゃないのね。取ってもらったらありがとうで、自分もありがとねっていうことなので、ありがとうが言えるのが修行なので、言えなかったらちゃんと言いなよってね、頑張るのね。それから子供たちに大切にしたものが残るんだよ、大切にしないものは何にも残らないよね。それを教えてあげるの。そして大切にしたものさえ残す気になれば、物を大切にすればどんな手相だって関係ないの。俺なんか出世線なんか出てないの。そんなこと知ったこっちゃないの。だけど物を大切にすればちゃんと物が残り、人を大切にすれば人が残るの。人間が手相なんかあんなシワに左右されていいもんじゃないんだよ。シワが偉いんじゃないんだよ、中身が偉いんだよね。だから火灯してあげるの。それでちゃんと沸騰点を上げな。そしたら魅力のある人間になるよ。あなた多機能になんな。それで多機能になりたいんだったら、みんなが教わったようにみんなだって手相で見れるようになる。教えてやればいいんだよ。そしたらみんな慕ってくるよね。変な技の方へ行っちゃダメなんだよ。愛の方が絶対上なの。わかるかいね。心コロコロ変わるけど、心が暗い方に行ったら必ず明るいこと言うの。幸せだなとかついてるとか、これが電気をいくつつけるかなので、自分の心に火を灯せないような人間は人の心に火を灯せないんだよ。だから自分がこういうのができれば人に言ってあげればいいの。こういう時こういうかって考えてごらん。あんた暗い時明るいこと言ってごらん。そしたら絶対火が灯るから。で火を灯してるうちにまたお日様が出るように心ってコロッと変わるのね。そしたらほら火が出たじゃないか。早く火が出るんだよね。だけど中には火が出ちゃってね、自分でカーテン閉めちゃってて暗い暗いっつってるやついるのに、だってずーっと暗いこと考えてんだもんね。心コロコロ変わんないやつがいるんだよ。閉じこもっちゃってんの。この前ね、絶対人になんか顔見せんのが嫌だからっつってね、自分家でおトイレ行くのに段ボールをこうやってかぶってこうやって歩いてんだよ。嘘じゃないよ本当に。そういうのいるんだもん今は。病気ですよで、なぜ病気かっていうと、暗い時に暗いこと考えちゃうんだよ。そしたら病気になっちゃうんだよね。何考えてるかなんだよ。だから暗くなったら明かりをつける。で明かりをつけられないんだよ普通の人は。だからペッと褒めて光をつけてあげるので、光がついてきた明るさを知った時、明るいっていいことだなと思うんだよ。で明かりをつけてくれた人の言うことなら聞こうとするんだよ。だからまたもう一つ火がつくんだから、会えば会うほど火がつくんだよ。だからその人に何回も何回も会いたくなるんだよ。で会うたんび心に火が灯るんだよ。だから嬉しくてしょうがないんだよ。それで人が集まってくるんだよね。だから今日だってみんなにほらみんな火ついたんだよ。だからさっきと全然違うんだよ。顔が違うの、艶が違うんだよね。だからこのまんま帰ってみんなにパチパチって火つけてあげて、そしたらものすごくハッピーだからね。東京はここから始まるんだよ。今ここに来た人からみんなで頑張ろうね。はい、ありがとう。